こんにちは。8月に入り、暑い夏もちょうど折り返し地点というところでしょうか。今回は比較的暑さに強いもみじの園芸品種についてお話しいたします。それと8月3日時点の我が家の鉢植えもみじの様子もお届けしちゃいます。もみじは夏の暑さももちろんですが、特に夏の日差しに弱いです。なので、5月から9月くらいまでは、あまり日光の当たらない場所に置くことが一番重要です。これは、あくまでも、私が実際育てた中で、日当たりが良いところでも、あまり葉っぱも傷むことなく、暑さに強いと思われる品種をご紹介いたします。ただ、生育の状態や、お住まいの地域など、環境の違いで必ずしも正しいとは言えないかもしれません。また、これは鉢植えの状態のもみじの話なので、地植えの場合は、鉢植えより暑さには強くなると思います。比較的、夏の暑さに強い品種、一つ目は、清流です。細い、切れ葉系のもみじなので、一見、弱そうに見えますが、意外と強いです。この切れ葉系のもみじは、一般的には山もみじが多く、この清流も山もみじ系とされてきましたが、近年になって清流の遺伝子がいろはもみじ系だということが判明した品種です。我が家の清流は挿し木苗です。試したことはありませんが、挿し木も成功しやすい品種かもしれません。二つ目は、獅子頭です。もともと、葉っぱが縮れているので、葉が焼けてしまったかのように見えますが、葉っぱが焼けて傷んでいるのを、あまり見たことがありません。葉っぱも少し厚みがあり、節も詰まって、枝も太めです。三つ目は、川原緑です。海外で作出された品種ですが、青柳とよく似た品種で、全体的に緑色をしていて、落葉の時も赤くなりません。来年は、青柳を日当たりの良い場所に置いて、この川原緑と同じく、暑さに強いかどうか試してみようと思います。この他に、サンゴ角や美宝、コモン錦なども我が家では暑さに強いです。これらとは逆に小葉内若枝やひな内若枝、葉内若枝、大分や明月は園芸品種も含めて全般的に夏の暑い日差しには弱いです。特に夏の直射日光に弱いと思う園芸品種は茜です。以前にもお話ししましたが、今まで我が家の茜が毎年のように枯れてしまうので、その原因を追求したいがために、一昨年に4本購入していろいろと置き場所を変えたりして観察しています。4本あるうち、何本か枯れると思っていたのですが、まだ枯れません。今年は、それぞれ日当たりの悪いところに置きましたが、それでも、葉っぱにつく斑点のようなものは少し発生しました。葉っぱが薄く、デリケートで、ちょっとした環境変化などで、葉っぱの表面の細胞がやられてしまうからなのかもしれません。今のところ、4本とも去年より状態は良いです。続いて、その他のもみじをご紹介いたします。これは、7月9日に、枯れた葉っぱをすべて取り除く全葉刈りを行った赤杉竜沢です。約1ヶ月後の本日8月3日、だいぶ葉っぱが生え揃ってきました。これは上野誉という品種ですが、最近興味深いものを発見しました。
下の方から変わった葉っぱが出ていたのです。綺麗な斑が入っています。これは枝変わりという現象です。こういう枝の部分を接ぎ木で増やして新しい園芸品種というのが生まれます。できればもう少しこの斑の入った状態が増えてほしいと思っています。これはリュウグウです。今年もほんの少しだけ斑が入っています。葉っぱが密集しているやつ房性です。日の出錦です。今の時期は藤波錦と似ています。斑が入った部分とのコントラストがはっきりしていて素晴らしいです。有明の村です。去年より少しだけ日当たりの悪い場所に移動しました。この色の系統のもみじは赤くきれいに紅葉するので、秋までは葉っぱが傷まないように気をつけようと思います。同じく大もみじ系の品種、秋山紅です。秋山紅はちょっとした環境の変化で葉っぱの色が変わるらしく、少し変色している葉っぱの色は他のもみじの影になっていた部分かもしれません。葉っぱの形に大きな特徴もないので、まだしばらく何年か観察を続けないとわからない品種です。地塩です。葉っぱがついている近くの枝は細く、少し弱々しい感じですが、今のところ葉っぱは傷んでいません。このままの状態で綺麗な紅葉を見せてほしいです。龍門です。龍門錦という品種の斑がなくなったものだと思われますが、葉っぱが小さめで形も整っていて、私のお気に入りの一つです。最後にご紹介するのは、小葉内若枝の品種、衣笠山です。小葉内若枝の葉っぱの産毛は、大概この時期にはほとんど目立たなくなるものが多いのですが、衣笠山は毛深く、まだ少し産毛が残っています。今回の内容は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。